今起きてるのって歴史的な何かなんですよ。だから教科書に載るような時期なんですよ。その時の大統領としては、はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、はい、占いと時事、5月2週目かな？はい。はい。よろしくお願いします。5月8日配信分ということで、はい、収録はその2日前5月6日に行っております。はい。まあ、本当はね、この5月6日、7日、8日の間にもちょっといろいろありそうな感じではあるんですけれども、まず現時点でね、ちょっと分かってるいろんなお話とかをね、そうですね。はい、やっていければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。さあ、ということで、早速ね、はい、ちょっといろいろニュースも飛び交っておりますので、はい。はい。まあ、ネットでね、こう、バーッと調べた感じで、やっぱまあ、これが一番トップに来てたのかなっていう感じなんですけど、はい。はい。BE:FIRST、紅白にも出ておる、ね、アーティスト、BE:FIRST のメンバーであるりょうきさんと、そして、朝ドラ女優で、水谷豊さんの娘さんというのある、趣里さんが、結婚という、まあ、報道発表がありまして、なんですけども、まあちょっとその正式な発表はまあ延期しますよと。なんでかっていうと、このりょうきさんの方が、YouTuber ですごく人気の方で、まあ、R ちゃんさん、ね、R ちゃんという方がいらっしゃるんですけども、まあ、この方との婚約破棄で、しかも、R ちゃんさんから1億円ぐらい、ちょっと、まあ、金引っ張ってたっていう。まあ、貢がせていたと。まあ、押し貸されてたっていうことだよね。まあね、っていうことで、まあ、結構こう、ごたごたもあって、まあBE:FIRST を運営してるね、主催してる、スカイハイさんも、いや、これは教育が足りなかった、申し訳ないっていうようなことを言っているっていうような状態もあって、なんか、踊ったりかっこいい感じのイメージの人たち、踊ったり歌ったりでかっこいい感じのくくりの歌手の人だよね。まあ、大まかに言えば。で、水谷豊さんの、娘さんで、ドラマとかでなんかこう、NHK 的な人が結婚するんだけど、まあなんか、YouTuber の R ちゃん、なんか界隈っぽい人。うまくYouTuber 界隈っぽい方だよね。なんか、ちょっと、いい意味でアホの子的なキャラクターでやってる人だよね。なんかちょっとポンな感じがね。ほわっとした人だよね。がやっぱトップニュースになるんだ。それなるよね。確かに。そうですね。ゴシップっぽいもんね。なんか、細かく、それぞれさ、ファン層全然違うじゃん。バラバラでじゃないですか。僕もこれ説明がすごい大変だなと思って。だからまあ、なんかカテゴリー違う人同士がこう、そのニュースで出会うみたいなね。本当にそんな感じ。そうだよね。なるほど。まあ、ただこれがトップニュースとして上がってきてるような状態だったので、まあ、どんなもんやろと。そうね。いうところでちょっとお聞きできればという感じなんですけど。そうね。まあ、ね、事務所も教育が足りなかったって言ってるんでしょ？言ってます。まあ、それが全てじゃないですかとは思うけど。まあね。まあ、ね、推し活みたいなもんだし、なんとも言えないよね。まあ、1億って額が大きいけど、稼いでるもんね。多分ね。そう、すげえなっていう話で、僕はとりあえず水谷豊さんが心配です。はい。一応ね、その相棒のね、お母様は伊藤蘭さん。ねえ。ということで。本当に。そう。で、まあ、水谷豊さんも、このことは知らなかったらしいっていう関係者筋の情報もあるということで、なかなかちょっと、やっぱりバタバタっとしてる。お父さん心配、僕は。そりゃ心配ですよね。こんな。お父さんの運勢とか知りたい。むしろ。まあ、出してみましたよ。どうでした？結構だからそういう、やっぱり、りょうきさんはもともと悪目立ちしやすい人で、自我が強いというか、自由を尊びそうな方だなっていう印象を持ちました。なるほどね。で、まあ、確かにねっていう、今そんなにいい時期なのかな、どうなんだろうな。なんか出ちゃいそうなタイミングですね。なるほどね。まあ実際出ちゃってるわけですもんね。で、趣里さんとの相性は悪くないのか。悪くないですね。なるほどね。まあお二人ちょっと結婚年者固いなんていう報道も出てますし。縁もあるし悪くなくて、けど、趣里さんね、今年から運勢がガクーンとこう、なんていうのかな。まあ落ちるんですよ。なるほど。なるほど。で、今年の頭から対応が変わって、
ヘビの対応に変わって、ヘビの年なんで、見取り牛っていう感じで、まあこういうスキャンダルじゃないけど、悪目立ちとかもしやすくなっていくし、まあそういうのが出やすい時期に入っていて、出やすい月が、4月だったかなと。で、5月もまだまだ余裕はあるかなっていう感じですね。なるほどね。そうですね。大変だなっていう感じです。まあ、ただ相性はいいなっていう感じですね。なるほどね。で、あとは、R ちゃんさん。R ちゃんさんは、そう。ね、R ちゃんさんは、まあ、なんだろうな。よく、なんていうのかな。占い予想とかに、来るお客さんとかにいる、チャートだなっていう感じですかね。ああ、なるほど。なんか、水商売向いてるし、可愛らしい人多いし、なるほど。ちょっとメンヘラ彼女感、なるほど。ある感じの子だなとは思うし、ただ、今月きっかけでちょっと運良くなるし、仕事運はずっといいんですよ。あ、そうなんですね。仕事運はずっと良くて、プライベートが、まあ、しっちゃかめっちゃかなりやすい感じには出ている人ですね。なるほどね。確かご自身も実業家としてね、活動されてらっしゃるってことですから、まあじゃあお仕事にこれはまあちょっとね、いい方に行っていただいて。まあなんか良くするきっかけが今月だから、まあいいきっかけなんじゃないかなとは思いますけどね。まあこの件についてもね、動画でアップされてらっしゃったりとかっていうのもありますしね。まあなんか、いい何かね、こう、ね、エンジンにしていただければな、ガソリンかな、にしていただければとは思いますね。まあ、まだまだずっといいんじゃないかなと。プライベートは、まあ、ずっと、ちっちゃかめっちゃかじゃないかなっていう。そっちが心配だな。はい、そんな感じは、しますけど。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ続いていきましょうか。続いてはちょっと明るい話題でございますけども、中川翔子さんが、40歳にして、ご出産。はい。おめでとうございます。はい。そして、ですね。そして新しい挑戦として、新しい事務所を立ち上げ、株式会社ミラクルを立ち上げて、個人としてお仕事を今後されていると。はい。ただ、渡辺エンターテインメントとは今後も業務提携という。のれん分け的な感じかな。まあ、頑張ってたもんね、ずっとね。ですね。だから、まあ、すごくいい形のね、そうですね。スタートをこの40歳ということで、切られるんじゃないかなという。なるほど。はい。ことでございましたが、しょこたん。ショコタン。ね、でございますよ。我々ネット世代、ネット人間からすると、もうショコタンでずっとね、慣れ親しんできた方ではございますが、今後の運勢いかがなものでございましたでしょうか。今後の運勢、まあ、若い時からずっと仕事運は良くて、プライベート、まあだから疲れやすいんじゃないかなっていう感じの人ですけど、体調とかね。で、体運切り替わってこれからどんどん良くなっていく。で、良くなる年っていう感じで、出産の可能性とか、こういうの占っちゃいけないんだけど、まあ、エンターテインメントとしてです。まあ、市中水明とかの本とかだったら、できやすい時期みたいなのが、これから3年くらいなんで、今年からね。だからまあ、ちょうどだなっていう感じ。運が良くてっていう、重なったんでおめでたいニュースじゃないですかね。なるほどね。まあ、そうね、今回ね、ごめんなさい、出産って言っちゃった。妊娠ですね。妊娠のご報告ということでございますからね、前向きにね、ぜひ今後もね、ご活躍されれば、していただければと思います。はい。はい。そしてですね、これは他の方もなんか取り上げてらっしゃいましたけども、もっとジャングルポケットの斉藤慎二さん。斉藤慎二被告というね、感じではございますね。はい。けれども、バハムクーヘンの店頭販売を始めたと。斉藤さんって訴えられたのあれ。在宅起訴されてますね。ああ、起訴されたんだ。はい。一応、まあそういうことにはなっていると、はい、いうことなんですけども、群馬県高崎市の方でバームクーヘンの店頭販売を、まあ始めたと、いうことで、まあ知り合いのバームクーヘン会社から店頭販売しないかと、声かけられて、まあ大変人気に、ということですごい行列になったと。ただそのバームクーヘンがなんか、ね、他の、ね、なんか、どっかの会社が出してるやつにシール貼っただけじゃないかみたいな、なんかそういう、なんか、本当かどうかわかんないですけど、なんかそういうのもあって、まあ、賛否両論みたいな感じの報道が今出てるような状態ということなんですけども、ね、斉藤さん、まあ、なかなかね、
ね、なかなかとりあえず、だから、あんまり良くないんだよな。この体温が良くないから、9歳あたりからの、5年間っていうのが、一番人生の中でも、お金とか女性の問題が出てきやすいんですよ。で、今年、来年、再来年もまだ微妙なんだよね。で、今月だけちょっと、なんか一息つけるかなみたいな、感じに見える。まあ、この数ヶ月はいいんじゃないですか。だから、いつから良くなるんだろう。29年ぐらいかな。ちょっと先ですけどね。じゃあ、ちょっと、28かな。コツコツがまだまだ、やっぱり、まあね、当然まだね、ちょっとその裁判のね、行方もどうなるかっていう。そうですね。ね、はい。無事を祈りますっていう感じですかね。まあね、だから、ね、一番いい形にね、収まっていただければということですね。はい。で、続いてなんですけども、まあ、これもね、明るいニュースと言ってね、いいんじゃないかと思うんですけどね、ダウンタウン浜田雅俊さんが3日から活動再開ということでございまして、去年のね、末から体調不良続いてて、いたんですけども、で、今年の3月から一時休養ということをやってた、っていうことだったんですけども、体調回復したということで、3日のラジオ出演をもって活動再開と。それはね、まあ体調の回復なんで良かったなっていう感じがしますね。本当にね、お体もね、改善してきてということでございまして、まあね、残念ながらダウンタウンデラックスがね、まあちょっとその終わっちゃうっていう話はね、先日もしましたけども、なんかね、どうやら7月頃からダウンタウンとしてコンビで独自のインターネット動画配信サービス、まあいわゆるダウンタウンチャンネル的なものを始めるみたいなところもあって、まあここからちょっと何か動き出すんじゃないかっていう感じですね。確かに。だから、夏くらいまで、要は、逆行始まっちゃうけど、一瞬、魚座から土星が抜けたんで、ダウンタウンの2人にとっては結構いいんじゃないかなっていう感じに、5月末くらいから、どのくらいだろうね、8月まで行くかな。まあ夏場あたりまでは、まだいいかなっていう感じはしますけどね。なるほどね。じゃあまあ、もしかしたら、まあ、その、ダウンタウンデラックス終了、チャンネルスタート、みたいな感じで、ちょっとまあ、ダウンタウンのお二人のご活躍にね、見られるところもあるんじゃないかと。ただ、また、魚座に戻ってきちゃうからね、動線が。だから、不安定だと思いますよ、今年いっぱいは。じゃあ、なるほど。じゃあちょっと、見られる、やったーっていうところから、またなんかちょっと、ごたごたとするようなことももしかしたら。何かね、リークされたりとか、なんかあるのかもしれないですけどね。なるほどね。だけど、まあ来年の2月以降は、松本さんがね、本当に、ちょっと良くなってくるので。なるほどね。それで多分大丈夫な気はしますけどね。今年はまだ正念場っていう感じじゃないですかね。なるほどね。いや、なんだろう。まあ、住み分けできるからいいですよね、インターネットテレビってね。見たくなかったら見ないっていうことがさ、あるじゃないですか。まあまあね、よくね、見たくないなら見なきゃいいじゃないか、みたいなね、ありますよね。それが CM とかだとできないから、ね、スキャンダルの人たちみんな大変なわけでしょ。まあまあ、確かにね。見たいファンが見ればいいっていうアーティスト方式になるわけじゃないですか。そうですね。まあ、平和的な着地だよね。まあまあ、ね、いろんなご意見がね、ありますからね。そう。そこら辺やっぱり、ね、一番まあ丸い形に落ち着くのかな。そう。だから、石を投げれば投げるほど、相手が潤うっていうのは、この、すごいこと言いますね。いやけど、あると思うよ。そういう時代だと思うけどね。まあ確かにそれもそうか。まあ確かにね、なんかまあ、ね、ダウンタウンのお二人がそうかどうかはともかくとして、まあね、無名よりも悪名みたいな話もあったりするわけですしね。まあ確かにそういう時代なのかもしれないですね。あんまり、まあ、文化みたいな意味ではよくは思わないし、本人たちもそれをしたくてやってるわけではない。ずっとね、表で顔出しして、名前も出してやってきた人たちだから、さらされ続けた人たちだから、ね、そういうモデルに、最初からやろうとは思ってなかったと思いますけど。まあ、こういう形になっていくことも、まあ一つの流れとしてっていうことですね。いろんな人が意見をね、ネットでこう言えるようになったから、起きちゃう現象ですよね。なるほどね。まあまあ、いずれにしましては、まあ体調がね、回復されたっていうそれはいいことですよね。ということですのでね、今後のご活躍、まあ今後もね、ちょっと、まあ注目というところでございますがね。はい。
ということで、まあ、ここまで、ね、いわゆる芸能系のね、ニュースをね、お届けしてきたんですけれども、まあ、うちのチャンネルの皆さんはね、どうやら、ちょっと国際情勢とか、ああ、そうなんですよ。そう。政治経済系のニュースをちょっとやっぱり期待されてるというか。そうなので、芸能系で来た人はここからが本番です。本番、まあまあまあ。そう。はい、そう。ということでございまして、まあ今回取り上げるニュースといたしましては、トランプ大統領。はい。アメリカトランプ大統領は、なんとイラン産の原油を購入した国や個人に対して、制裁を科す考えだと、いうことでございまして、とんでもないお話じゃないですか、だってこれは。ね、まあ NHK で報道されてるからみんな知ってんだよね、多分ね。どうなんだろう。そうでしょうね。なんかさ、やっぱりニュースは追っといた方がいいですよ。芸能ネタとかもまあ楽しいじゃん。楽しいというか、なんかゴシップだよね。だから、別に今回も、盛り上げらないだろうから、どうせ取り上げなかったけど、西田教授と、米山議員の対決とか、リハックの、俺、面白かったですけどね。だけど、別にニーズないかと思って取り上げなかったけど、なんだろうな、そういうプロレスだったりゴシップみたいなのって面白いじゃないですか。まあまあ、やっぱり見てて、こう、ワクワクする部分はあるかもしれないですね。だけど、どっちかっていうと、イランのところとかさ、ホルムズ海峡とかに影響があったら、結局、オイルショックみたいなこと、が、日本ってだから、僕が生まれる前とかですよね。もうだから経験してたりとか、大変な目にあったりもするし、イランと日本って、まあ、つながりありますからね。なるほど。まあそうですね。やっぱりね、だって、油、原油がやっぱりないと、もういろんなものも作れないですし、車だってね、動かなくなっちゃうわけですからね。だからまあ、別にエネルギーだったらロシアからね、輸入すればいいっていうのもありますけど、今の状態でなかなか難しいところですね、それもね。でも9割があっちに依存してますから、日本は。そうですよね。っていう状態でのこのトランプ政権のね、まあトランプ、あくまで SNS のね、まあ現時点では投稿ということではあるわけですけども、ですし、まあどっちかっていうと、中国に対するちょっと考えとして、一番大きいんじゃないかっていう話ではね、あるんですけどね。どうなんですかね、これ。トランプさんこんなこと言ってて大丈夫なんですか？なんか。どこから説明したらいいんだろう。そんな。まあだから、YouTube で大丈夫なあたりってどの辺なんだろうね。だから、シオニストとかって言っていいの？わからないです。でも、なんか、言ってる人は結構いるよね。まあ、いますね。まあ、なんか、そういう YouTube の動画とかも僕見たことあります。なんかあるなっていう。それは大丈夫なのかな？だから、まあ、イスラエルに帰ろうみたいな、思想の方々がいますよね。で、なんだろうな。その人たち、まあ、トランプさんね、娘婿がだってユダヤの方でしょ？クシュナーさんつって。そっか。なるほど。だから、シオニストの影響はやっぱりそれなりに受けるんじゃないですか？影響を受ける。シオニスト的な思想を持ってるような人とか軍需産業とか、だけどトランプさん自体は戦争嫌いなんだよね。まあそうですね。ここら辺は結構複雑だけど、例えばイランと戦争どうしてもしたいっていう人たちもいるかもしれないじゃないですか。アメリカに参戦してもらって、イランを潰してほしい。目の上の単コブみたいに思ってる人たちが、まあ、いる可能性はあるじゃないですか。まあなかなかね、難しいですよね、それはね。で、まあそこら辺の動きもあって、だからインパの衝突とかもあったでしょ？インドパキスタンの。あれもちゃんと収まってくれないと、まあ危ないなと思って、いろいろなんか、種まきをしている人たちもいるんですよ。種まき？なかなか穏やかじゃないですね。だからまあ難しい問題だよね。で、僕ね、
重要な人物いくつかいると思って占ったんですよ。一人はネタニヤフさんで。ネタニヤフさん、もしかしたらネタニヤフさんって言ってもね、わかんない方もいらっしゃるかもしれませんけども、ネタニヤフさん、ネタニヤフさんの運勢的には今年までは結構ね、この人ね、日食の日に生まれ、日食の直前に生まれてるんだよね。そうなんですね。イスラエルの方です。はい。現在のイスラエル首相の方ですね。で、その、K2 期に今入っていて、やっぱりそのね、日食の影響が一番出てくるような、感じに今年からもうなってるんですよ。なるほど。ってことは、これはどういう風に出てきやすいんですかね。今年いっぱいは、なんか、派手というか、運が悪いとも言えなくて、後半ぐらいから地中水明と合わせていくと、なんかね、流れがネタニヤフさん自体はちょっと微妙になってって、来年再来年もっと微妙になっていくっていう感じなんですよ。特に来年の夏くらいから特に悪いのかなっていう感じには見えるんです。一つね。で、あとは、ハメネイ師。ハメネイ師。ね。イランですよね。当時国ですよね。で、ハメネイ師は、そんなにね、ずっとタイムも良くないなっていう感じだったんです。地中水明でね、時間がわかんないから地中水明中心で、イランを地中水明で見ていいのかわかんないけど、年運的には、ここが正念、この3年くらいがこらえどころっていう感じ。ただ空房ではあるから、判断ミスとかはしちゃいそうな気もするなって思いつつ、この3年くらいが、この人の運の中では、抵抗できるような感じなんですよね。なるほど。その、何かしらがあったとしても、抵抗できるような感じなんですよ。で、トランプさん自身は、今年までは結構いいんだよ。なるほど。今年まではいい。2025年。まではいいんだけど、6、7どうなんだろうなっていう、5年の、今年のもう秋くらいから落ちていくから、この数ヶ月でいろいろまとめた方がいいと思うんだよね。それは次に向けてみたいな。今 MC に木星乗ってるし、今が活躍の時だなっては思うんだけど、だから、この数ヶ月経っていくと多分、雲行きが、ちょっとね、トランプさんにとって不名誉なこともいろいろ出てくるには、いろんな書かれようされていくと思ってるんですよ。現時点でもすでにね、だからタイミングで言ったらいいんだよ。だから、今起きてるのって歴史的な何かなんですよ。歴史的な何かが起きている。だから教科書に載るような時期なんですよ。なんで、その時の大統領としては頼もしい対応がしてるんですよ。これから、今年からどんどん活躍してきそうな10年だけど、年運的にはだから悪いんですよ。だから正念場だなーっては思いますね。だから、今年の後半からずっと悪いわけで、次の多分選挙まで、ずっと悪いんですよ。だけど大運はいいんですよ。だから大きな使命があって、それは、人によって、いいって捉える人もいれば悪いって捉える人も全然いていいと思うんですよ。だから何かに突き動かされています。だけど逆風がずっと吹くっていう感じになるんですね。大変。大変なんです。で、そんな中で、どうもネタニヤフさんは今が勝負なんで、この1年で一気に何かしたいと。なるほどね。ここで、ハメネイさんはこらえられそうだと。いうような感じには見えて、エゼキエル戦争みたいにならないでほしいなと思ってます。エゼキエル戦争はなんか、都市伝説とかなんかね、なんか陰謀論とかのね、なんかところではよく聞くようなワードですけど。実際起きてる、だからさ、実際起きてることがいろいろまずいわけじゃん。だから、そんなの都市伝説だとか、陰謀論だみたいに言ってた人たちの方がさ、何も分かってなかったじゃない。すごいこと言いますね。確かに。そうですか？いやー、ね、実際のところどうなんだっていうところに関しては確かにね。だから陰謀論とか都市伝説系の人も結構おかしい人も多いんだよ。だから、
まあそれはね、片岡がなんか言ってるなって見えるだろうけどさ、だから僕もこういうのあんまり喋らなかったしね。そうですね。だけどまあ、よくよく両論見たらとは思うけどね。まあ実際現実に起きている情報をきちんと精査するっていうのは大事なことですよね。大事。そうですね。それはだから陰謀論だ、都市伝説だ、っていうようなところの色目がで、思考停止しちゃダメだよね。止めちゃいけない。まあ逆にね。だけど自分の頭だけで考えてると罠にはまるっていう言説もあるじゃないですか。そうですね。言ってたけど、だけど、まあ、そこから抜けることだよと思う。陰謀論っていうレッテルを貼るっていうところからも抜けるし、自分の頭だけで考えるっていうのの罠にも気づくことだよっていう感じ。だから前に古典がいいんじゃないかとかなんかいろいろ言ったでしょ。そうですね。とか、ちゃんと科学とか、倫理とか、瞑想とか霊感とかじゃないか、なんか抜けることだと思うよ。で、抜けれないんだよ、なかなか。まあね。やっぱりなかなか自分が貼った、あるいは人が貼ったものっていうのを剥がせないんですよね。剥がせない。自分が見たいものしか人って見れないから、それから脱却するには大量に勉強するとか、疑ってみたりとか、逆に可能性として、信じてみてるとかってやっていかないと外れないんです。外れない、なかなか。だから、外れないもんだって自覚することだよね。だから、いろいろ見ておいた方がいいですよ。なかなかね、このトランプさんのね、話題もまだまだいろいろありますし、ね、ちょっと注目は引き続きね、きちんと注視していかなきゃなというところではございます。はい。で、ですね、うちの視聴者さんのですね、そうといたしましては、どうやら AI とか、なんか最先端のテクノロジーみたいなのに興味ある方も結構いらっしゃると。そうね。俺が好きだからね。まあね、水森さんやっぱりね、好きです。まあ僕も好きですけど、やっぱ水森さんやっぱりね、よく話してくださるじゃないですか。そうだよ。それもあってか、ね、そういう話題も結構お好きな方もいらっしゃるみたいなので、まあそういった話題もちょっと今回も、お届けしますと、ね、どうなんだろうなって言われても今回ご用意したようにね、ニュースといたしましては、ちょうどこの、収録の前の日、5日、アメリカ時間の5日ですね、チャット GPT を、作っております、オープン AI という会社があるんですけども、これはね、去年の、末ぐらいかな、12月ぐらいから、いわゆる営利企業、ね、お金を稼いでいく営利企業としてやっていくっていう風にしてたんですけども、これをやめて、非営利組織、ね、非営利の組織が会社構造を、その管理運営していくような形にを取っていくと、いう風に切り替えたと。これなんでかっていうと、ちょっと、いろんな批判の声も、いろんなところが飛んできたっていうのもあって、ちょっとこれは、じゃあ非営利でやっていこうという風に切り替えたということらしいんですね。なんか普通のニュースだなとは思うんですけど、その方がいいじゃないですか。暴走せずに済むからね。AI でみんなが興味あることなんだろうな。ちょっと待ってね。いいことなんですよ。要は、一企業が、最強のAGI とか ASI を持つくらいだったら何かこう、首はついてた方がいいよねっていう話だよね。そう。だから、そりゃそうじゃないですかって、いいことだと思うんですよ。で、冥王星も逆行し始めるから、冥王星、風星座に、冥王星が来てるっていうことと、それから、いわゆるグレートコンジャンクションというか、土星と木星がね、一致するじゃないですか。で、グレートミューテーションでしたっけ？だから、風星座、地の星座じゃなくて風星座でそれが起こるっていうのが、もう、600年ぶりとか。だから、800年中200年ずつの周期だよね。そうですね。だから600年前とか、以来っていう話になってくるんだよね。だから、前の風の時代はいつだったかって言ったら、チンギス・ハーンの時代だよね。鎌倉時代とか。室町も若干入ってるかな。ちょっと入ってる、そのくらいの時代で結構荒れるんですよ。で、冥王星は20年間くらい一星座にいるので、去年くらいからもう、水亀座、入り始めて、完全に入ったのが去年の、11月でした。なんで、ここから20年というのは、もう風星座の影響がものすごく来るんですよね。
風星座の影響って言われても、まあ、ね、もちろんね、うちのチャンネルよく見てくれてる方はご存知かと思うんですけど、まあ、意外とわかんないっていう人もいるかもしれないですけど、やっぱり影響としてはどういうのがあるんですかね？どういうのっていうか、だから、それ歴史から見たらいいとは思う。一瞬ね、その、グレートコンジャンクションみたいな形で、81年からの20年間くらいって、風星座だったんですよ。そう、プレ風の時代みたいなのあったんだよ。80年代、90年代。まあ楽しかったじゃない。まあバブルがあって、まあバブルも崩壊して、まあでも95年だとパソコンとか、なんか Windows とか出して、いろいろ出てきたりとかして、結構なんか、そういう意味では面白い時代だったんじゃないかっていう感じですね。日本人にとってはね。日本人にとっては。そう。だから、私結構いろいろね、テクノロジーとかで夢も見れた時代だったと思いますよ。だけど、実際起きてたのはベルリンの壁が崩壊したりとか、ソビエトが解体されたりとか、なんだろうな、東西冷戦構造が変わったりとか、で、あとは湾岸戦争が始まったりとか、なんとなく覚えてますかね。だから結構起きてることはなんかいろいろあったし、バブルも崩壊してたり、日本も結構なんていうのかな、仮想敵国にされたんだよね、アメリカから。そういうのなんかありましたね。90年代前半にされて、日本とドイツっていうのはアメリカの覇権構造維持のための、まあ、仮想敵みたいな感じになったから、まあ失われた30年になったわけですよ。もう、なるほど。そういうことなんですか？それはあると思うよ、全然。だから、意図的にこうなってきたっていうのはあるとは思いますけどね。で、だから風の時代ってそんなにいいかっつうとわからないよというのは、ありますと。バブルの時楽しかったと思うけどね。で、そこは皆さん想像しやすいじゃないですか。で、その前って、鎌倉時代とかでしょ？もうなんかバーサーカーの時代だよね。バーサーカーと密教の時代じゃない？すごい。組み合わせがすごい。でも、まあ確かにそうか、鎌倉武士ですもんね。鎌倉武士がっていうところと、仏教とっていう。で、そこから室町でしょ。だから、あれですよ、逃げ上手の若君とかの、世界線ちょっと想像してみてよ。アニメとか見たことなかったらあれだけど。とか、まあわかんないけど、太平記とかね、ありましたけど、あの時代とかを想像するといいんじゃないかなと、個人的には思うんですよ。なるほどね。だし、十字軍だったり、ペストの流行だったりとか、なんかその、あと、タロットカードの、小アルカナのソードのカードとか想像して、もらえば、そんなに、なんていうのかな、スピ界隈が言うような、自由で、個人で、みたいな、ハッピーな、感じのイメージでは僕はないよと。まあなんか、バーサーカーって言われるとなんかそんなハッピーしてたらなんかバシーンってやられちゃいそう気がしますよね。だから、この安定感があったね。終わらない日常的な、この地の時代感が、なんか嫌だったんかもなとは思う。そのスピリチュアルとかで、なんかそういうことが素晴らしいみたいに言ってる人はね。だけど、多くの安定を望んでた人にとっては不安定になるとさ、嫌じゃない。そうですね。だから、まあ、そんなにだから風の時代だやったね、みたいなこと僕は言えないんだけど、で、もう一つ風の時代に強風が吹くのが今年の7月からなんですよ。天王星が4月7日から、双子座に入るんですよ。なるほど。7月7日から。なんか、それを聞くとなんかやっぱり一気に変わっていくのかなみたいなのもありますし、都市伝説界隈でね、有名な7月5日。なんかあれとも近い感じがしますけどね。そうだよね。だから、何か、そっから7年っていうのは一気に進んでいくよっていう感じになって、じゃあ、この、いわゆる AI に関することもやっぱりそれでは影響があるというか。で、逆光も終わったり、それから、逆光っていうのがあるんですよ、天体ってね。地球から見ていくと、それこそ、地っていうアニメが流行ったりしましたけど、天動説、地動説じゃないけど、昔は、地球が中心で天が動いてると思っていたから、太陽と同じ方向に進まないなって見える時が
あるんですよ。はいはい。で、そういう時逆行って言ってたんだけど、まあ、天王星とか冥王星が逆行して、天王星一回、前の星座、大牛座に戻ったりもするんだよね。だから、完全にそれも移るの来年なんですよ。来年の2月とかだったかな。だけど、そうなっていくと、26年の頭くらいからはもう風の時代に入って戻れなくなるよと。今だから揺れ動いてる最中ね。なるほど、ね。ここ数年、もう20年あたり、コロナ禍始まったあたりからは、もうだから行ったり来たりしてる最中。なるほどね。前の方がいいよっていう状態もあるし、いや、次行かなきゃ、みたいな。だからもう、来年から戻れなくなるんですよ。もう完全に行っちゃう。行っちゃう。そうなるとどうなるんですか？だからそこで AI なんですよ。そこで、ついに、この、今、AI、もう、現時点でもね、だいぶ AI の進化とか発展とかすごいですけど。だから、チャット GPT とか出てきたでしょ？あのあたりからですよ。特にその、なんていうのかな。風星座的な、あれが、こう、マシマシなのが。で、もう止まんなくなるわけです。だから、AI のこととか追っといた方がいいよって言ってて、で、それに伴って、まあ、戦争くらいしかすることがなくなるので。いや、怖いこと言いますね。まあ、そう。とか戦争とか、まあ、だってさ、ラボリークってあるでしょ？ラボリーク？トランプ大統領がさ、自分のホワイトハウスのホームページかなんかで、武漢から出たみたいなことを、ね、公表してるでしょ？そうですね。そういう発表がね、ありましたね。だから、人工ウイルスとかでやられたっていう、まあ陰謀論じゃない。まさに。まあそうですね。みたいなこと。まあ、だからこれでトランプけしからんっていう人もいるだろうし、そんな陰謀論を真に受けるなんて。真に受けるなんて、つって。そうかもね。それ僕どっちとも反応しづらい。まあそういう、まあ今状態ですよっていう。そう。だからそういうのを、まあ、トランプ大統領とかが発信したりして、まあ、そういうさ、人工的なウイルスだったり、とかだったり、で、なんていうのかな、いろんな、それが戦略にも組み込まれてるよね。なるほどね。で、戦略に組み込まれてるそれかもしれないし、まあ、従来通り戦争かもしれないし、そう。だから、まあ、想像の時代なんだって。なんか、バシバシになんかバトってますね。で、止まらなくなってくんだって。で、日本にとっても来年の7月とか、その次の年の5月とか、今年も、今月と9月微妙かな ?3 角くらい。来年罰だからさ。だから、止まんない流れが来るよと。で、まあ、そうだよね。だから、AI は追っといた方がいいっていうのは、そういう意味でずっと言っているっていう感じ。なるほどね。まあ、ある種の、まあ、生き残り戦略じゃないですけど、我々庶民みたいな人間がね、うまくやっぱりやっていくには、どうしても AI っていうのはこれどうしても避けて通れないというか、やっぱりここでちゃんとね、勉強しとくというか、見とかないといかんのかなっていう。いや、それはそうじゃないですか。Windows が出てきた時に、パソコンなんてって言ってた人って、その後どうなりましたっていう話じゃないですか。まあ確かに。そうです。スマホよりガラケーだよねって言ってた人って、その後どうなりましたとか。まあ確かに。そう。だし、俺は全然他のコミュニケーションツール使った方がいいと思うけど、ね、LINE さんとかもなんか言われてましたよね、いろいろ。だから新しいものが出てくるたびに、なんていうのかな、それはラガートっつってさ、反発する人たちっていうのはいるんだけど、もう止まらなくなるっていうことは言っといてもいいじゃないですか。まあ、そうですね。そう。僕一応占い師だから、言っとかないと逆に嘘つき扱いとか、ほらわかんないじゃないかとか言われちゃうような立場なんですよ。まあどうしてもね。そう。だからまあ難しいなって思うけど、そろそろね、時事にかこつけて、なんか、話しといた方がいいかなと思ったんで、ちょっとずつ話してるって感じですね。すごいなと思って僕は聞いてました。普段話してることだもんね。はい。そう。これ動画で言っちゃうんだ感は若干ありました。すごいなと。なるほどね。ということでございまして、今週の占いと時事、5月8日の分ということでいろいろお話ししていただいたわけでございますけれども、まあ引き続き再生数が良ければ、続けようかな。
そう。だからこれもね、難しいよね。YouTube って難しいよね。YouTube って難しいですね。そう。だから、タコツボをこっちは作らないためにいろんなニュース取り上げるんだけど、タコツボ構造、タコツボで伝わる？どうでしょうね。まあだから、その中でぐるぐる回ってるっていう。なんて言うんだっけそうやって見せるやつ。アルゴリズム、なんつうんだっけ。そういうアルゴリズム。まあまあ、回遊というか、なんでしょうね。今調べてもらってますけども。ね、まあそういう、だから、中で。フィルターバブルとかエコーチェンバーだ。を起こさないといけないという。そう。まあ、起こさないと伸びないっていうのがあって、難しいんですよ。だから時事だったらトレンドに若干乗るし、幅広いニュースが扱えるかなと思ってやっているけど、うちの属性に合う人に向けてやんないと伸びないんですよ。伸びないですね。そう。だから、TikTok にやったやつは万バズしてたから、あなたが言ってた10万いったよ。行きました。やったじゃない。ショートで。ショートで。YouTube 以外で。なんで YouTube で言ってくれるのせっかくやったのに。だから難しいよね、なかなか。届く人に届けばいいなと思って、やってますので、もしよかったら、ね、チャンネル登録、ベル通知オンにして、高評価、コメントよろしくお願いいたしますと。ベタな YouTuber みたいな感じですけど、でも本当にね、それが、皆様からの応援があれば続けられますので、拡散の方も、皆さんいつも拡散もね、してくださってるということで。本当ありがとう。引き続き、どうかよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではまた来週、お会いいたしましょう。またね。